こんにちは、シャマクロです。今回は Python で ChatGPT の API を使用する方法を解説します。ChatGPT 自体は世間で話題になっているので、使ったことがある方が多いと思います。通常は自分のアカウントにサインインしたウェブ上で使用する ChatGPT ですが、API が公開されているため、プログラムから実行することができます。なお、この動画は Windows 10での解説となります。他のバージョンや OS だと一部内容が異なる箇所がありますので、お使いの環境に合った手順で進めてくださいね。ぜひ最後まで見てもらえたら嬉しいです。まずは全体の流れをサクッと確認しましょう。はじめに OpenAI のアカウントを作成して API キーを取得します。取得した API キーは安全に使用するために環境変数に登録します。そうしたら Python で API を叩くプログラムを書きましょう。プログラムを実行し、ChatGPT からのレスポンスを受け取るという流れになります。では、API の使用方法について順を追って説明しますね。まず、OpenAI のアカウントを作成しましょう。OpenAI のサイトにアクセスしたら、サインアップをクリックします。いくつかの方法でアカウントを作成できますが、ここでは Google アカウントを紐付けて作成する方法で進めますね。次に Continue with Google をクリックします。この画面ではユーザー情報の入力を求められます。名前と生年月日を入力すれば、オーガニゼーション、ネーム、枠欄でも OK です。Continue をクリックすると、電話番号での認証を求められます。お使いの番号を入力し、センド、コードをクリックします。登録した番号に届いたコードを入力し、認証されるとページが切り替わり、アカウント画面が表示されたらサインインは完了です。はじめに API の利用料金について説明しますね。サインインしたら右上のアカウント名をクリックしてからマネージ、アカウントを選択してください。次にサイドバーのビリングをクリックします。アカウントを作成したときは期間限定で無料枠が与えられます。API の利用料金は送信するリクエストに応じた重量課金制ですが、無料枠を有効に活用しましょう。無料枠の期限と使用履歴はユーセージのページで確認することができます。ちなみに API の利用料金は使用する言語モデルによって異なります。プライシングのページから各言語モデルの利用料金が一覧で確認できますので、用途に合ったモデルを選択してください。今回はお試し程度で十分であり、どのモデルを選んでも大差ないのですが、コスパの良い GPT3.5 ターボを使用します。日本語の文庫本1ページ分のテキストで 0.2 円程度のコストになります。具体的な使い方については後で説明しますね。さて、早速 API キーを取得しましょう。アカウントの管理画面から API Keys をクリックしてください。Create New Secret Key をクリックし、適当な名前を入力して作成します。名前を入力したら Create Secret Key をクリックします。すると API キーが表示されますので、後で使うためにローカルにコピーして控えておいてください。なお、この画面を閉じるとコピーできなくなるので、ここでちゃんと控えておいてくださいね。API キーをコピーしたら Done をクリックします。これで OpenAI のアカウント画面での操作は完了です。次は取得した API キーを安全に扱うために Windows の環境変数に登録します。重要な注意点ですが、API キーは絶対に他人に知られないように気をつけてください。仮に API キーが流出して他人に使われると、知らずのうちに API の利用料金が膨れ上がっていたなんてことになりかねないので、管理は非常に重要です。まず Windows の設定を開きます。検索バーに環境変数などと入力し、環境変数を編集を選択します。ユーザー環境変数を設定するため、新規から変数名と値を登録します。設定可能な変数名は決まっているため、OpenAI API キーとしてください。ここで設定した変数名を使って
後でプログラムから API キーを呼び出します。変数値には先ほどコピーした API キーを登録します。これで API キーを環境変数に登録することができました。 OK をクリックして設定画面は閉じてしまって OK です。ではここからは実際に Python で ChatGPT の API を叩くためのプログラムを解説していきます。まず OpenAI の API を使用するにはライブラリのインストールが必要です。ターミナルでこのコマンドを入力し、ライブラリをインストールしてください。サンプルとして簡単なプログラムを用意しました。はじめに環境変数に登録した OpenAI の API キーを指定して、プログラムの実行時に API を叩けるようにします。次に OpenAI の API を叩いてレスポンスを生成するプログラムを用意します。モデルについては今回はコスパの観点から GPT3.5 ターボを使用します。これは無料版の ChatGPT と同等の言語モデルです。他にどのような言語モデルが使用可能なのかについては公式ドキュメントに書かれているので確認してみてください。主な入力部分であるメッセージパラメータはロールとコンテントというキーを持つ辞書型の配列で構成されています。ロールにはシステム、ユーザー、アシスタントの3種類を指定できます。各ロールに対する指示文をコンテントに入力することで返答を生成します。各ロールの違いについて解説しておきますね。システムは言語モデルの振る舞い方をあらかじめ設定するためのもので、例えば性格を指定したり、会話全体でどのようなキャラクターとして振る舞うかという指示をしたりするのに使用します。ユーザーは通常のチャット GPT で言うと入力するプロンプトのことで、言語モデルに対してどのような回答が欲しいかを示す役割があります。アシスタントは言語モデルからのレスポンスを示すもので、望ましい回答や振る舞いの例を示すためにも使用できます。よくある使い方としては、はじめにシステムで振る舞い方を設定した後、ユーザー入力としてユーザーにプロンプトを入れるといった使い方になると思います。説明だけではイメージしづらいかもしれないので、サンプルとして用意したプログラムを実行してみましょう。システムにはズンダモンのキャラクター設定を入力しました。その設定を踏まえてユーザーに入れるテキストをターミナルでのユーザー入力から受け取った後、レスポンスを生成するプログラムとしました。任意の回数だけユーザー入力からレスポンス生成を繰り返せるよう全体をホワイル文で囲っています。ではプログラムを実行してみますね。例えばこのようなプロンプトを入力してみます。システムで指示した通り、ズンダモンのキャラクター設定にのっとった回答になっていますね。次は別の質問をしてみましょう。さも当然のように回答が返ってきましたが、明らかにこの情報は間違っていますよね。この現象、ハルシネーションと言います。テキスト生成 AI の仕組みとして、質問文に対して後に続く文章を確率で予測して生成しているだけなので、場合によってはもっともらしい嘘も平気で回答してしまいます。今のところは回答を鵜呑みにせず、ユーザーが真偽を確認した上で情報を扱うことが重要です。レスポンスについても掘り下げて解説しておきますね。API を叩いた結果、レスポンス全体としてはこのような情報が返ってきています。言語モデルの回答のほか、使用したモデルの種類や入出力のトークン数といった情報が含まれています。トークンって何？という方のために説明すると、トークンとはテキスト処理の基本単位であり、単語や記号、文字などの小さなまとまりのことを指します。例えばこのようなテキストがある場合を考えます。このテキストは16トークンに分割されます。使用する言語モデルによって多少の違いはありますが、API を叩くことで入出力それぞれでトークン数が計算され、トークン使用量に応じた金額がかかることになります。ちなみに日本語は総じてトークン数が多くなりやすい言語と言われています。この例を見るとわかるように、英語では2、
3文字のまとまりで1トークンとして計算される場合があります。それに対して日本語では1文字ずつ異なるトークンとして計算されるため、トータルで見た時のトークン数が多くなる傾向にあります。API の使用量を確認するには、OpenAI のアカウント画面のユーセージを見るとわかります。言語の違いによるトークン数の違いは、塵も積もれば大きなコスト差になり得ます。ちょっとしたお試しや学習程度であれば気になりませんが、長文を大量に入出力するときや、チャット GPT の API を使って本格的にアプリを開発するときなどは考慮した方がいいかもしれませんね。今回は Python でチャット GPT の API を叩いて回答を生成する方法を解説しました。公式の API リファレンスを含め動画で紹介した参考ページへのリンクは概要欄に貼っておきます。もっと詳しく知っていろいろ試したい方はぜひ参考にしてください。そして最後にもう一度注意ですが、たとえ面倒だとしても API キーをプログラム内に直接書くのは絶対にやめましょう。安全に気を使いつつ楽しみながら生成 AI と戯れていきましょう。以上、シャマプロがお送りしました。このチャンネルでは AI や Python などのテーマで知的好奇心をくすぐるような動画を投稿しています。この動画が良いなと思ったら高評価とチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。